このスキンステッチのポコポコ感とこの出し縫いのつぶつぶ感がなんですけど、このサドルステッチの場合は極端な話1本でも縫えます。どうもこんにちは。この黒い靴やっていきます。今日出し縫いですね。前回中物コルク入れてソールを貼って、もろもろウィールかけたりドブ起こししたりとかやりましたんで、今回はね縫っていきます。何針やるんだろう、数えてみようかな。めんどくさいな、めんどくさ、やめようだいたいちょっと計算10センチ、20センチ、65センチぐらい。650割る 3.5 は186です。おおよそ186針ですね。まあこんなもんでしょう。ダブルソールということで、今ソールの厚み1センチぐらいあるんで、これを貫通しながら縫っていくのがちょっと辛いところかもしれないですけど、縫うだけなんで、もういきなりですけどね、縫い始めていきます。前回はここまで来てますね。ウィールでこの出し縫いのピッチをつけたんで、今回はここのピッチに合わせて縫っていこうと思います。輪木さで、輪木さって言ってもこれナイロンのね、これカバンの紐かなんかですね。なんか楽器ケースの紐だったか、そんなのをこうやって使ってやっています。こっちか。縫い始めはここの内側のかかとの始まりのところからですね。やっぱりそれなりに硬いな。よし。シングルウェルトだとこのかかとの部分って縫わなくていいんで、その分縫い目がだいぶ減るんで、今回はダブルウェルトなんで、このかかと周りも出し縫いをしなきゃいけないということで、シングルウェルトよりもかなり縫い目の数が増えます。そして糸が長いんですよ。ダブルソールでダブルウェルトが結構な糸の長さ使うんで、6メートルぐらいかな。糸の取り回しがこれまたちょっと面倒くさいという。この出し縫い、これだけ縫い目があるんで、一穴一穴開けて糸を通していくんで、時間かかるんですね。なんですけど、これを手縫いでやる理由はいくつかあります。まず一つ目の理由はミシンで縫えないっていうことですね。この底縫い用のミシンってかなり大型で、個人で使えるような代物じゃないんですよ。で、実際に機械が持ってたところで技術が必要で、そんな簡単に使えるようなものではないんで、そういう修理工場とかかなり専門的な知識技術が必要なんですね。僕みたいな個人がたとえお金があって場所があったとしても機械は使えないんですよ。という消極的な意味、機械で縫うことができないからっていう意味がまず一つですね。次の理由は自由にできるっていうところですかね。底縫いのミシンでやるとどうしても縫えないところとかがあるみたいで、結構えぐった木型とか、ソール形状によってミシンが入らないっていうことが起きる。手縫いだと全然関係なく自分の技術次第でいかにも縫えるんで、いろいろ安心して攻めたことができるんですよね。縫い目のピッチとか、あとはウェルトのどの辺を縫うとか、細かなセッティングを靴ごとにその時いいと思った設定でできるんで、なんていうかそう自由に作品が作れるという感じがしますね。で、その出し縫いが持つ靴に与える影響っていうのはすごく大きいんで、微妙なこの出し縫いの細かさとか出し縫い位置の違いによってかなり印象変わるんで、その辺が自分次第で操作できるっていうのが一番大きな理由ですね。それともう一つ、耐久性が高いっていうことが一応あります。ミシンのステッチとこの手縫いのステッチっていうのは根本的に縫い方が違いまして、ミシンっていうのは上糸と下糸っていうのが存在してて、上糸と下糸を絡めることで固定するんですけど、上糸はずっと上糸のまま、下糸はずっと下糸のままなんですよ。なんですけど、この手縫いでやると、レザークラフトの手縫いとかも全部そうですけど、サドルステッチっていうのがこう上糸と下糸が交互に入れ替わるんですね。上糸と下糸を絡めて固定するんじゃなくて、極端な話1本でも縫えます。裁縫でやった波縫いみたいなことになりますね。それでも一応固定はできるんですが、波縫いのダブルバージョンですね。こう縫ってこうやってこう縫ってっていう、だからすごくね強いんですよ。
でこうやって一針一針引き締めることができるので、ソールが剥がれるっていうことはまずないですね。靴って履いてるとだんだんソールが削れてきて糸が切れていくんですけど、ミシン縫いっていうのは極端な話、1箇所切れるとそこからほつれていく可能性があります。なんですけど、このサドルステッチの場合は1箇所切れても全ての箇所でこう革の中を糸が通ってるので、そこからほつれるっていうことがないですね。実際既成靴のオールソール交換なんかをするときに、糸を外すときは結構ね、上糸バラバラっとね、一気に取れることもあったりします。とは言っても上糸下糸が全部切れちゃったとしても、ソールっていうのは糸の絡みだけじゃなくて糸と革の摩擦によって固定されてるっていうところが結構大きいんで、実際の使用上はほとんどミシン縫いでも耐久性はそこまで変わるものではないですね。一応理論上はこっちの手縫いの方が耐久性は高いということですね。ミシン縫いの場合はこっちが上糸でこっちが下糸だとするとこうです。ここで絡めてまた次の糸で絡めてっていうことをやるんですけど、このサドルステッチは上糸下糸は入れ替わるので、こうやって穴の中を通しちゃいますね。そうするとさっき下にいた糸が今度上出てくるんで、穴の中一目一目がこうがっちりロックされる感じなんですね。ラストベルト側から入れて、ソール側で結んで終了です。はい、縫い終わりました。時間にして2時間ちょいぐらいでしたね。この間隔が狭いとそれはそれでドレッシーなんですけど、でそれはそれでかっこいいんですけど、間隔がちょっと広めで縫うとこの糸目のポツポツ感が目立って、これね、僕この雰囲気好きなんですよね。はい、こんな感じです。結構ね 3.5mm ピッチでいくとこの糸のこの立体感というか、一目一目がはっきり見える感じがあって、こう見た時にちなみにこれハンドメイドシューズフォーメン紳士靴のすべてっていうラズロフォーシュ著の本では、このことをこうウェルトにビーズみたいに出し縫いが並ぶっていうふうに書いてありましたね。まさにそんな感じでウェルトにこうつぶつぶとビーズが均等に並んでるかのような見た目です。ぐるっとかかと周りも全周縫いました。この土踏まず部分もちょっと見えにくいですけど、同じピッチでずっと縫ってます。このスキンステッチのポコポコ感とこの出し縫いのつぶつぶ感がいい感じにマッチしていますよね。この出し縫いの見え方っていうのは糸の太さとか、あと使ってる針の形状によって結構変わるんですよ。その辺のね、いろいろやりようがあるっていうところが手縫いの面白さなんですね。というわけで、今日こんな感じで出し縫いをやりました。口内炎がね痛くて滑舌がね微妙に悪いんですよちょっと早く治したいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。